うなぎとか焼き鳥とかと同じ路線なんですよね。照り焼きっていうか、やっぱり香りがつくと思いますけどね。炭火でやるとね。炭火の香りとこの大盛りさにいいなと思ってまた来ちゃいました。週1で通いたいですよね。値段も、はい、手出しやすくて名前勝ちしてました。豚野郎負けました。よいしょ。豚丼屋さんらしい感じで肉でもやりましょう。ちょっと油が多すぎるところはカットしていって、やっぱりあんまり油いっぱいついてるとこの脂身の部分って火の通り方が違うから焼くのが難しいんですよ。油の方が火が通りにくいので、どっちに合わせるのって話になっちゃうので、よくほらホルモン屋さんでも油が多いとこ焼くと火が上がっちゃうじゃないですか。はい、お肉屋さんいいの持ってきてますけど、やっぱり日によってもちろん肉質があんまり良くない時もあるし、このバラの中でも硬いところもあるので、セルだけで1人前作っちゃったらあんまり美味しくないから、高級店みたいにいいところしか使えませんっていうんじゃ商売にならないから、すごい高い値段の豚丼になっちゃうんで、学生街だから学生が出せる範囲の中でなんとかやらないといけないんで、多少部位は違うんですけど、でたまに骨がついてたりするんで、そういうのは取らないとお客さんに出ちゃうとあんまり良くないので、だいたい30キロ前後ぐらいですかね、1日ね。今はお肉はね、今はカナダのお肉を使っていて、その時いいのをお肉屋さんに持ってきてもらうっていう感じなんですけどね。お肉屋さんにとっていいお客さんになれば、もちろんいいのを持ってきてくれるだろうし、だから頑張って一生懸命売ることじゃないですかね。大体基本は醤油とみりんと、それだとお砂糖類ですよね。うちは蜂蜜とかも入れますけど、ある程度固まるまでにやっぱりどうですかね、7、8年かかりましたかね、オープンしてから。うちは小中大っていうサイズしかないから、小はここでかける、中はここでかける、大はここでかけるって、このレードルの大きさが違うから、それで3つ分けてるだけです。お肉もご飯も量が違うので、それに合わせてタレも量も変えないとしょっぱかったり薄かったりしますよね。火起こし結構時間かかったりしないですか？それはでも20分ぐらいですね。新しい炭と1回使って途中で消した炭を混ぜて、1回火がついた炭は火がつきやすいから、だから急に必要な時用に1回燃えたやつをこうやって取っといてるんですよ。そしたら火力が弱くなって強くしたい時にこうやって1回燃えた炭ならすぐつくから用意してあるんですよ。常にどんどん炭が燃えて小さくなっていっちゃうんで、燃えれば灰もかぶってくるから、その灰が邪魔して温度がなかなか上がらなかったりして、火力を一定に保つのがやっぱり難しいです。ねえ、これ豚野郎ですけど、本当そのままですけど。
いや、山本さんガリガリでしょ。なんかねなんかねとか言ってまあ、今日お客さんあんまり来れないだろうからのんびりやりましょうよ。息子がここでバイトしてたんですよ。ここスタッフさんがすごくいいから店長にしても皆さんすごくそして米に水を吸わせて炊く準備をするっていう感じですかね。このまま冷蔵庫に入れて冷やしながら水を吸わせるんですよ。やっぱり時間かけて炊く方がいいらしくて冷えた順々に炊くような形ですね。お米屋さんで働いてたこともありますし、そうなんですか、そういうアルバイトみたいな感じでやっぱりそういうお米のことも勉強しないといけないし、いろいろね、豚丼屋さんをやるにしても意外とね、石橋を叩いて渡るタイプなんで準備して始めてるんですね。揚げとネギとわかめ。ここのお店の場合は豚丼屋さんなんで、お味噌汁は儲けるためにあるんですよ。豚丼自体は原価が高いからあんまり儲かんないから、そういう卵だとか味噌汁だとかそういうものを注文してくれないとあんまりうまみがないんですよ。それを注文してくれると原価が下がって神様のように感じます。基本的には学生とかサラリーマンが日常的に使ってほしい店なんで、なるべくシンプルな方がいいかなと思って、券売機のところでいっぱい書いてあって立ち止まっちゃってね、考えないと自分が何を食べたいのか分かんない時あるじゃないですか。もう山ほどボタンがあって、あれを食べるにはどこを押しゃいいのかなみたいな、ないんだと嫌だなと思って、下に看板も出せないし、どうやってその前を通るお客さんに認知してもらうかみたいな、そこが最初はやっぱり問題だったんで、やっぱり変わった名前を付けたりしてどうにかして呼び込む作業が必要になってくるんですよ。だから興味を持ってもらわないと、だから何でも逆ですよ。覚えてもらうために他の店が綺麗だったら汚いし、もう前は最初はもっと煙でもくもくでもう前が見えないくらい真っ白なんですよ。いや、そうですか。他の店が最初すぐ出てくるならもうなかなか出てこないしみたいな、何でも逆ですよ。中1個。まあ基本的には同じになるように並べてますけど、その時の炭の状態ですね。同じような肉でもこの肉はちょっと熱いから強いところに置いてとかって、全部、まあ、同じだ、火の通りが同じだったらそんなことしなくていいんですけど、同じじゃないから。ちなみに二度漬けする、それでどう美味しくなるみたいな、そういう話の変化1回だとあんまり味が乗らないので、3回だと火が通り過ぎちゃいますね。で2回っていう感じです。に持ってって、はいどうぞ。定食何番でしたかね。こちらのはい。ありがとうございます。お邪魔です。
が2つですね。繰り返すタイミングとかどういう基準なんですか？どうやって自分で判断してるのかあんまりよくわかんないんですけど多分この感じだったらこれぐらいみたいな体内時計みたいなのがもう何千回も何枚回もやってると自然と出来上がってなると思うんですけどね。今が裏返すんだとかなんだとかってあと味噌汁3つお願いします。温玉が全部で4個です。盛り付け方はご飯が見えないように盛り付けるっていうのが基本で、熱いところは斜めに切りますね。そっちの方が食べやすいし多く見れるっていうのもあります、はい、どうもありがとうございます。中豚丼です。中豚丼です。看板メニューって感じのつらビジュアルな、めっちゃいい。牛丼とかやったら僕のいつも食べてる牛丼が結構縮れでなんか肉1個は小さいんですよね。それも美味しいんですけど、この豚丼は1枚がでかいし分厚いからそこの満足度は結構違うかもしれないです。台が3つですね。8から9。これが1枚だとしたら2枚半から3枚ぐらいですね。まあその肉の厚みとか大きさにもよりますけど、すごい長い豚もいれば短い豚もいたり、まあ肉屋さんも日によって厚みが違うからあれですけど、まあそれをカットすると、まあ5等分とか6等分にカットするから15枚とか。見えないでしょ。はい、大豚丼お待たせしました。やば。並びがいいですね。並びがいい。ちょっと下まで行くのにかなり深いですね。乾杯やばいかも。何けど結構来てる。夜飯多分そうでした。どうもありがとうございました。大です。いいですか、もうちょっと。いや、こっちからこれ油が多いところなんで押さえてやるとパリッとするっていうか、まあ、火も早く通るし、うまいこと焼かないとよく
鶏の皮みたいなぐにゃ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 したちょっと食感が気持ち悪いみたいな感じになっちゃうんで、それを捨てちゃってるとまた原価が高いものになっちゃうんで。山本さんいつもより上手じゃん。あらそう。うん今日はいいね。いいね。でも取られてるとやっぱ人は仕事が変わるね。そんなはずはないですよ。それはないけど。大豚丼ですね、お待たせしました。お待たせしました。中豚丼のお客様。大豚丼です。大盛りで1日どれぐらい出るイメージなんですか？まあどうかな、4分の1ぐらいですかね。あとはほとんどが週のサイズで、ショーはまあ日にもよりますけどちょこっとですかね。女性のお客さんが多い日とかそういう時は出ますけど。この辺があると結構嬉しいですよね。唐辛子とか胡椒とか。なんか山椒かけるとちょっとうなぎに似てるなと思いました。割とうなぎのタレの味に近い。中で待ってていいですよ。暑いですから。あとここにお水ございますのでセルフになってますのでお水を。ちょっと大です。大豚丼です。お待たせしました。中豚丼です。お待たせしました。味変いっぱいできるっていうのもすごいこの店の好きなところ。僕は毎回半分食ったら漬物を、この漬物めっちゃ美味しいから漬物食ってお口リセットしてこれとかもからしとかもちょっとつけたりとかして食べてます。弟なんですけど、普段僕がすごいお気に入りの店だったのでちょっと食べさせてあげたいなっていう。はい、今で東京に遊びに来てるって感じで、はい、羨ましいなっていうのが一番大きいです。はい。というか味変一番おすすめのやつからしじゃないですか。おじさんはやっぱり豚肉にからしつけるのが好きなんで、焼き鳥屋でも何でもみんなからしつけんじゃないですか。豚肉とからしっていうよりおじさんとからしって相性いいんですよ。それめっちゃおもろいですね。おじさんはからしが大好きなんです。これで漬物は前は自分で漬けてたんですけど、コロナの時に漬けても客が来なくてダメになっちゃうからもう漬けるのやめちゃって、それでお客さんが自分で食べたきゃ勝手に取ってやればいいだろうっていうことで、無料だからね味変えるのにいいかなと思って。どうもすいません。ありがとうございます。私小豚味噌汁。小豚味噌汁。ウーバーの台、店内のショート中。はい。今日のお客様、中豚丼です。5番におつまみください。加入するか。今ゆいちゃんが入れたり。大学近くとかだと1000円はいかないぐらいを基準に選んでる気がします。中でもおかず。やっぱりこの辺は一生懸命勉強して頭のいい子が多いから、これからの日本を背負って立つんだから頑張って勉強してもらわないとまずいじゃないですか。
ご飯が美味しかったからとか元気が出たからとかって勉強頑張ろうと思ってくれればそれはそれでいいじゃないですか。なんか社会に貢献してる感じがするじゃないですか、それで。実家が焼肉屋なんで、そういう何か焼肉のなんか丼みたいなのをやろうかなと思ってたんですけど、テレビで北海道に豚丼ってのがあるっていうのを見て、それでじゃあ食べてみようかなと思って北海道に旅行しに行ったら、なんかこうほら結婚する人に会った時ビビッとくるみたいなこと言うじゃないですか。あ、この人だみたいな、そういう感じで食べたらこれの方が商売うまくいくかなと思って、それで豚丼にしたんです。それだけは何軒も行きましたね。それでそのままいろんなスーパー寄って豚丼のタレっていうのがいろんな会社から何十種類もタレを出したから、それを全部買ってきて裏の成分表示を見て、今でこそいろいろねタレも売ってたりとかこっちでもあれしますけど、こっちじゃなかったですからね、その時は。新宿3丁目にね白樺っていう豚丼屋さんがあって、その1軒ぐらいだったんじゃないかな、俺がそのお店やろうかなと思った時は。たまたまあの時テレビ見てなかったら、北海道にそういうのがあるんだって思わなかったら、もしかしたら今は違う人生になったかもしれないし、でも多分今の方が多分いいと思いますけどね。違う人生になってたとしても多分お店どうしていきたいとか、あまりそういう展望みたいなものもないんですけどね。 YouTuber ですかね。なんか探して見てて楽しそうだな。